皆様こんにちは。ヤッホーブルーイングのモーリーです。いきなりタフな質問で非常に答えるのが難しいですね。私自身ビールがとっても大好きなので、世界中にある優れたビール全てが私の大好物ではあるなとは思ってるんですけれども、その中からねどこか他社さんのを1個選ぶっていうのはフェアじゃないなと思うので、せっかくなので今のおすすめのビールということであえて自分のビールをご紹介させていただきたいなと思ってます。今の私のおすすめはこちらの軽井沢高原ビールのセッション IPA です。これはですね、今年1年の限定醸造として作っているものなんですけれども、こちらですね、IPA らしいホップフレーバーというのが十分にありながらもですね、アルコール度数が 4.5% と抑えめに作ってあるビールですので、これから暑い時期が増えてくると思うんですけれども、この暑い夏にぴったりのグビグビ系の IPA に仕上がってるんじゃないかなというふうに思ってます。夏のね蒸し暑い日なんかにはですね、ぜひ軽井沢の涼しい夏を想像しながら気持ちのリセットに飲んでほしいななんていうふうに考えてます。これもまた難しい質問なんですけど、私自身ビール作りの先生師匠っていうのはたくさんいて、いろんな方から技術とかマインド、フィロソフィー、それからクリエイティビティっていうのを、いろんな角度から刺激をいただいてるんですけれども、あえて一人挙げるとすれば、私自身はファイアストーンウォーカーのマット・ブリニルドソンさんからは非常に大きな影響を受けているなというふうに感じています。彼の作るビールっていうのはですね、非常にクリーンでバランスがとても素晴らしいんですね。それでありながらそのビアスタイル自身が持っている個性、特徴っていうのが明確に表現されていてですね、いつでもビールを作る上での素晴らしいお手本になっているように感じています。彼自身がですね、あと非常に才能があるんですけれども、ブルワーチーム全員でビールを作っていくっていうフィロソフィーを持っていまして、それが私の価値観とも非常に強く共感できる部分だなというふうに感じてまして、ビールを作るだけじゃなくて組織というのを考える上で私自身のベースになっているように感じています。好きな音楽ですね。私自身はブルーイングしている時はですね、音楽をかけないというのがポリシーです。自分の目で見て匂いを嗅いで触れて味わうっていう、これと同じように醸造中にですね発生する音っていうのもですね、ビールを作る上で非常に重要な要素であるというふうに感じてます。例えばバルブが開く音でもいいですし、ポンプとか攪拌機のモーターの音、ブルワリーっていうのはいろんなところでいろんな音がするんですけれども、そういったブルワリーが奏でる音全てが非常に心地よいので、その音を聞きながら仕事するっていうのは私は非常に好きです。オフの時は基本的には何でも聞くんですけれども、最近の流行りの歌っていうのがだんだんと分からなくなってきてしまいました。ですから気が付くと80年代とか90年代の夏メロばっかり聴いてるかもしれませんね。うーん私自身は自分を開示して相手に自分のことを理解していただくということをとても大切に考えているので、あんまり周りの方が意外に感じる部分っていうのはないのかなというふうに思ってます。ただ、家族という時はですね、我慢が足りなかったり、疲れている時っていうのは、十分にいい父親じゃない時があるかもしれないなというふうに思っていて、気持ちでは大事にしたいなとは思ってるんですけど、仕事中にですね、そういう難しいストレスを抱えながら仕事するっていうことがあまりないので、そういう私を見たら
仕事の側面しか知らない人は驚くかもしれないなというふうに思います。趣味ということであればですね、私は最近はですね、もっぱら山野草って言って自然の草とか花にハマってまして、珍しい種類っていうのを自宅で育てたりなんかしてます。こう品種改良された花とは違ってですね、非常に花にしても葉っぱにしても控えめなんですけれども、それが非常に繊細で和のわびさびっていうんですかね、感じることができて最近ハマってますね。実際眺めてると非常に心が落ち着くのを感じます。私自身はこれまで実はあまりたくさんのコラボレーションはやってきませんでした。特に深い理由があるわけじゃないんですけど、海外のブルワリーとは2社さん、それから国内ではまだ 1,2 社としか一緒にビールを作った経験というのはありません。縁があればいろいろなブルワリーとぜひコラボレーションしたいなと思ってます。同時にですね、私自身、ビールに限らずですね、ワインとか日本酒、それから音楽とかアートでもいいですし、アウトドアとかアパレルっていうのも非常に創造性を刺激してくれる分野なんじゃないのかなというふうに感じてまして、そういった刺激をくれるものたくさんあると思うので、ぜひ機会があれば何でもやってみたいななんていうふうに思ってます。そうですね、今世界中で本当に大変な思いをされている方々っていうのがたくさんいるんじゃないのかなというふうに思ってます。一日でも早くいつも通りの日々が戻ってきてくれるっていうことを心から祈ってます。それからですね、多くの我慢をしなければいけないシチュエーションというのに皆さん疲れてしまっている人もたくさんいるんじゃないのかなというふうに思ってます。こういう難しい状況においてアルコールを飲むということが究極的に正義なのか悪なのかっていうのはちょっと私にはわからないんですけれども、こういう難しい状況だからこそ、リラックスするということ、その行為がこれまで以上に非常に大きな意味を担って役割を担っていくんじゃないのかなというふうに私は感じてます。ですから私はただのビール屋さんなので、皆さんの体調っていうのを直接治すことはできないとは思ってるんですけれども、ぜひ私たちのビールで少しでも気持ちが救われる方とか、リラックスして優しくなれる方がいてくれたら、それこそ私たちブルワリーの使命だなと思ってます。ぜひみんなで乗り越えてまた一緒に乾杯したいなと思ってます。どうもありがとうございます。バイバイ。